日産車、ダット3社が多くてすごい良かったんですが、次はマツダ、ロータリーエンジンの車がこれからバーッとまた数十台もしくは100台前後のマツダの車もこれからありますので、ちょっと回りましょうか。マツダ大好きなスティーブです。回りましょう。やっぱりアメリカだからかな、カリフォルニアだから特にあんまり人気がなかったんだけど、たくさんの台数どのぐらい売れたのか分かんないんだけど、最近までそんなに値段が高くない RX-7 といえばオープンのやつなんですよ。1988年の RX-7 のこの FC のオープンがアメリカに結構台数あるんですよ。ただクーペの方が人気だったため値段が安くなってたと思うんです。少しでもね、最近多分またね急に高くなってかっこいいこういうオリジナルの 13B のエンジンで程度のいい内装のグレーの黒いトップのRX-7FC はいいです。そしてその同じもうターボバージョンのターボ3の赤ターボのボネット、もうあっちゃんの車と比べてこれはすごい純正オリジナルなものです。見てください。これはついてる。当時のシートベルトはこういうものだったんですよね。嫌だったんですよ当時は。こういうシートベルトに座ってシートベルト締められちゃったらなんか違和感があった。最初は慣れてない人には。でもかっこいい。バケットシートのハイバックのメーターも中も綺麗、サンルーフもちょうどいい、もう錆びてない、すごいガラスも綺麗。うわーめっちゃくちゃいい。広島89年式のナンバー、そして開けてもらいましたよ。うわー綺麗。全くオリジナル。見てこのプラスチックの部分よく割れたりとか汚くなったりとかするところがめっちゃ綺麗なんですよ。ペンキもライトもエンジンの見てここもうわー新車のようなものなんだよね。綺麗。ホイールも当時のもうホイールもメッシュでオリジナルですんごくいいです。What a beautiful car you got, bro. Very, very beautiful. So original, so clean. It's OE. Yeah. Even the tires. Even the tires. 2,800 miles on it. 2,800 miles. Yeah, look at the odometer. うわ2800マイルしか走ってないオリジナルもの、すごい程度がいいと思ったのに。Is this original paint on the car too? Original paint, everything body, everything is original on it. 全くこうリストアされてないそのままオリジナルの車両なんで、新車だよ新車。これを見るとちょっとメーター確かめましょう。わあ本当だ。2983マイルしか走ってない新車と変わらない RX-7 ターボです。すんげえ。これはすんげえ発見。こういうイベントじゃない限りこれは普段に走ってる辺で走っている車ではありません。すごいです。これはすんげえ発見かもしれないよね。すんげえかもしれない。まだ言ってないんだけどすげえわざとらしいんだけどすごい車発見したと思います。本当にこういうのはもうどこにもないと思います。素晴らしいです。素晴らしい車です。Congratulations, man. Absolutely fantastic. Unbelievable car right here. Definitely one of the best, man. The best. Well done. Well done. これ RX-7FC は多分昔はみんな FD って考えたの。 FC の台数が増えてます。ターボ車だし、これも俺も正直にあっちゃんが FC が欲しいって言うまであまり興味がなかったんですよ。でも見るとやっぱこの車はいいです。程度のいい黒で黒にグレー。シートベルトはさっきのやつとさっきのやつは動くシートベルト、これはちょっと前のやつなのかな。1987年式で、これはさっきのやつ1988年式に自動ベルトがあった、かもしれないんだけど、その時からこれはすごいかっこいい程度のいいカリフォルニアナンバー、めっちゃいいマツダ RX-7FC8 がいいです。次はちょっと改造車ですよね。見てこのウィング、すんげえ。これはさらに普通のウィングからさらにワイドになったこの部分がかっこいいよね。かっこいい。後ろのワイパーもやっぱり当時のスポーツカーらしいところいいな。 FC が多いね。改造車意外とオリジナルものも多いんだよね。
これもオリジナルっぽいカーボンのトップが、まあちょっとオリジナルじゃないんだけど、いいな、色も当時のこのボンネットもライトも、これかっこいい改造じゃない？いいね、いいね。カナードもついてるのと、速そうな、なんか FC。これはもしかして2ローターじゃなくて3ローターでも4ローターが積んでるのかな。めっちゃかっこいいよ。どうだろうオーナーさんがいないから聞けない。 FC、 また FC ターボ車が多いです。多分アメリカではマツダは人気だったんだよね、昔から。今残念なのはもう登録、車両登録はもうしにくい車なんだよね。ロータリーは特に綺麗なにこう燃えないから、燃料が排ガス規制とか厳しいカリフォルニアではなかなか車両登録が難しくなってきた。これも程度いいんだよね。ゴールドウィールの赤にゴールドの BBS、 これはかっこいいんじゃない？当時の赤ゴールドいいね。これはかっこいいよ。程度いい。これめっちゃ綺麗な、これはもうリビルト。これ 13B ターボ。程度はいいな。みんなガラスも綺麗、ペンキも綺麗。わざわざサバナ RX7 までこう入れたんじゃないでしょうか。多分アメリカではもともとサバナという名前は使ってなかったんで、 RX7FC というだけの名前で、かっこいいよ。マフラーもごっつい一本のアテクシのマフラーいいね。この角度もすんごくいい。この車本当ならエンジン聞きたいんだよな。めっちゃいいよ。かっこいいよ。ところで人がまだまだ入ってくるんだよ。見て、もう始まって数時間経つんだけど、まだすんごい列だよ。見て、ずーっとあっちまで続く列。すげえ。これ改造車。このテールがかっこいいんじゃない？リナウンのこれ星についてる、なんかテキサスのローンスターみたいだよね。これはつけてほしいんだよね。これかっこいい。もう日本だしのマフラーごついやつと、このナンバーここにもあるかっこいいテールだよね。これは見える？ほら、つけてもらえるのか。これついてるのか、軽く。それか反射されてるのかな、太陽で。オーナーさんがいればつけてもらいたいなと思います。かっこいい。これもう RX7 のところがこれカーボンになってるのと、スモークあってワイドボディになってる。オーバーフェンダーにかっこいいメッキのホイール、そして多分1988年式でシートベルトの自動ベルトがある。これもいいね。初めて見た。なかなか似合っているかっこいい2ローターの 13B とターボですね。でっかいターボがついてます。かっこいいよ。これはなかなかの RX7 ですね。FC の次に並んでるのは、これワイドボディの FB になるのかな。これはかっこいい。色がこの車にめちゃくちゃ似合う色だよね。このワイドフェンダーも似合ってるよね。これ手作りなのかな、それがこういうのを売ってるのかわかんないんだけど、何で鉄板なのかな。鉄板っぽいごついオーバーフェンダーで、ウィングもそうだし、後ろのオーバーフェンダーと、これなんかすごいでかいよね。なんか街道レーサーっぽいところあるんだよな。すごいよ。かっこいい。色もいい。ロータリーエンジニアリングサンタバーバラカリフォルニア。これも GSL-SE。これはラグジュアリー版の意味なのかな。ホイールはこの光ってるホイールと、多分このピンストライプがあるのと、モールもあるのと、そして中がやっぱりスポーツカーなんだけど、もうちょっと高級感のあるバージョンなのかな。シートとかから見ると、あれがもう当時の、本当に当時のものだよね。すげえすげえ。 R13B のエンジン、インジェクションでオリジナルものなのかな。上に乗っかってるこのフュールインジェクションが2ローターのエンジンで、いいないいな。1985年式。これはで、隣はまた FC のワイドボディ。うわー、ワイドにするとそこまでごっつい太いタイヤとホイールつけれること。 V マウントのラジエーターに2ローターのエンジン 13B なのかな。やっぱりじゃあ色もいい。フレ
フレーキが入ってるペンキにこのワイド、ずいぶんワイドだよ。これはここまでワイドなタイヤもついてる RX-7 あんまり見ないな。ここまではめっちゃワイドです。かっこいい。そしてマフラー、おカメラマン、これはいいよね。スタイルブティックか、スタイルのブティックのナンバー。これはネバーコンテントということだね。ネバーコンテントマフラーもういいな。出てくる日本出しだよ。ニノさん日本出しだよ。太い日本出し、太いそれとテールもこれもいいよね。 LED テール、モンズさんはこういうのを作るのか。めちゃくちゃいいんだよ。これは LED でかっこいいから、ちょっとつけてほしいよな。こういうのは手作りでこうやる業者がいるのか、さっきと同じところなのかな。かっこいい。 Your build sucks respectfully。 まあそれどうぞ訳してくださいいい車です。すんげえ発見したんじゃないですか。これ雨宮仕様の RX-7、FD ですよね。右半なんか雨宮さんがアマちゃんがこれを改造したもう組んだ車だそうです。アマさんのそれ証拠にはアマさんのサインがハンドルにあるみたいですよね。雨宮サインがついてる雨宮仕様。この方がオーナーさんとお話ししました。スティーブ・テキテンのファンです。ワンガンナイトという名前なんだけれども、この方はもうミッドナイト、日本のミッドナイトレーシングチームにすごい影響されて日本に行って RX-7 をわざわざ雨宮まで持って行ってこれを組んでもらった車両です。約1年がかかって作られた車両らしいんだけど、ナンバーはなんとテキサスナンバー。ほらテキサスナンバーの雨宮。アマちゃんアメリカまで遊びに来て友達いっぱいいますのでお待ちしております。ぜひ美味しいご飯もテキサスのバーベキューは最高なので一緒に食べに行きましょうよ。かっこいい。ドッグファイト、成田ドッグファイトって書いてありますよね。これはすごいオーバーフェンダーでこう分かるんだよね。奥まで入らないとこう燃料入れられない RX-7 FD 白黒。俺が持ってた FD と同じ色だよね。色は同じなんだけど仕様が全然違う。雨宮アマさん仕様の車がなかなか見ない。アメリカでは全く見ない。日本でもあまり見ないんだろうなと思うんでかっこいいです。めっちゃかっこいい FD を発見できました。雨宮仕様の RX-7 はかっこいい。オーナーさんに会えました。ブレットさんのことを紹介したいと思います。Come on in, Brett. Nice to meet you, So man. nice to meet you, Steve. Pleasure. Thanks for coming up and introducing yourself to me and for your support of my channel. Absolutely. And of somebody that I really like in Japan, the man who built your car, Correct. Mr. Amemiya. Yes. Amemiya. Can you pronounce his name properly? Amemiya. You did good. So you know how many people can't say his name? Right, You know, we just make it now in English so people know Mamma Mia. Yeah. Mr. I've Mamma heard Mia. that. Yeah, there's a couple of guys. You Yeah. say, yeah, no, I know Mr. Mamma Mia. Yeah. I said, who? Amemiya. And his nickname is Ama-chan. Yes. Ama-chan. That's right. So, and he's such a nice guy, right? He is so nice. アマちゃんのサインもついてるのと、アマちゃんにほぼ1年11ヶ月間、11 months you said with him, right? Yeah, rough, give or Close take. to a year. Yeah. Of it. And then the car was shipped here to the U.S. Correct. And are you from Texas? No, it's registered in. But you're from Texas. Yes, I Yes, got it. yeah, Cool. yeah. No, I love it. And yeah, a lot of RX-7s in Texas and Montana, it seems, right? That's right. Yeah, South Dakota's the up and South coming Dakota. new one. Hey, listen, I'm from Texas now, so I was proud to see your license plate on the car. Proud to see a car like this, so beautiful. Probably a one-off unique car at this show, right? The only one here. Yeah. Awesome. That's why this car actually is one of my top cars so far walking around this show. Amazing, beautiful, and it brings back memories of a great guy that I enjoy very much. So if you don't know about it, and if other guys English-speaking crowd doesn't know about it, I have on my channel a two-part series interview
with Mr. Amemiya, Oh, going way back, wonderful. Yeah, fully everybody needs to translated, watch that. talking about some of his nights and some of his stories on the Wangan, what it's all and about, on that about how he chased down a guy in a Porsche Yep. and embarrassed him, and how his girlfriend left him that night, that guy in the Porsche, I because don't know about they this. could not keep up with his little rotary engine R7, car that was chasing this guy down. He lost his girlfriend that night. She walked home. That's amazing story. Great stories on the channel. 日本人の方もアマちゃんファンもいっぱいいると思うんだけど、もう何年前 ?8 年、9年、まあ7年ぐらい前かな、インタビューさせてもらったことがあります。そのインタビューは2パートに分けてこうチャンネルにアップしてあります。検索してみてください。アマさんのストーリーと、アマさんの歴史と、アマさんのキャラがもうすんごい面白いので、やっぱり日本人だけじゃなくてアメリカ人、いろんな方にはそのアマちゃんの良さ、素晴らしさがもう伝われているというのは、この車を見てもうすぐ分かっちゃいます。You got an awesome car. Thank you. Thumbs up, man, to you, to everything you got going. 中田さん。永田さん、なんか湾岸最速だ。かけ。Nice to meet you, Brett. Thank you, man. あれちょっと、取材中なので大きい声では喋れないんだけど、この車を紹介したいと思います。かっこいいよ。これはロータリーエンジンのマツダスピードの車両です。かっこいい。このボディとこの年式俺が大好き、個人的には大好きです。これ RX2 になるのかな。見てこの高いフェンダーミラーにこのこれ2色機になるの。2色機があって色もいい。こういうところはね、めちゃくちゃかっこいいよな。マツダ RX2 ナンバー、最大積載量積めるだけ。このかっこいいステッカーじゃない。最大積載量は積めるだけ。積めるだけはそれは最大になると。どれほどでという意味なのかな。そういう意味だよね。それともちろんですってがっちりっていうことかな。がっちりもちろんでかっこいいよ。やっぱり長岡ナンバー、光るナンバーなんじゃないですか。いいな光るナンバー。ところでアメリカではこういうのまた再現コピーとかこういうのが作られているので、多分アメリカでできたナンバーだと思うんだけど、長岡の光るナンバーロータリーマツダ RX2 かっこいいよ。これいつかこれ1台欲しいな。前からそう思ってました。マツダ自動車の独自のブースもあるようです。この中に多分、なんていうの、希少なレアな車両があると思います。これはそのうちの1台だと思います。マツダの RX2 ですよね。今日の朝のライブ配信も、チャンネルに流れているので見てください。この車を中まで、中に触らせてもらって、覗いたんですけど、かっこいいです。車両が完璧ですよね。ここやっぱりかっこいいよ。マフラーもごつい。これレストア済みロータリーのものです。もう一度見せてもらいます。中に座ります。中にあるこのダッシュ、当時のデザインすべてが、匂いも当時の日本とアメリカの混じったなんかいい匂いだよね。このエンジンの音を聞きたい。生で多分素晴らしい音をすると思います。ダッシュとすべてがかっこいいし、シートもいいし、ロールケージが入ってるのもいいし、ドアパンドなんかシンプルに価値があることだよね。簡単なもの、仕組みが簡単なのにすごいおしゃれ。当時はこのバイニルトップがアメリカでも流行ってました。こういうのよくあった。アメ車にもよくあったんだけど、このデザインがこのラインがまたいいんだよね。フルトップじゃなくて、この3分の2か4分の3ぐらいはトップで、あとはペンキされた、あとこのメッキのモールが曲がってるまっすぐじゃないのはおしゃれだと思います。エンジンルームもめちゃくちゃピカピカで、こう磨いたメッキの、キマニのターボ、2ローターのエンジン、パワーブレーキにかっこいいよ。この車もうこれはいつか欲しいな。これだよ。RE アメミヤじゃないんだよ。RE ロータリーエンジンのロータリーエンジン。マツダといえばロータリーエンジンの車両はかっこよすぎる。めっちゃいいです。
マツダのブースの中にまだいます。ここにあるのはレアものだと思います。これ RX-7FD なんだけれども、スピリッツ RX-7 というのは正直あまり詳しくないんだけれども、レアものだと思います。中を覗くとまず目立つのはレカロのシートです、が積んでいる。これは普通の RX-7 とまず、違いますよね。スピリット R の、RX-7 の中で1000台か1500台は最後に作られたっていうことが書いてあったんだけれども、左ハンドル車たった1台、この1台しかないということで非常に貴重なレアな車両です。左半のスピリット R の RX-7FT です。こういうのもあると、マツダのレーシングカーともうフォーミュラカーもあるんだけれども、俺の目が向くのはやっぱりこれです。去年も出ました、コスモももちろんそうなんだけれども、多分同じ方の車だと思います、マイクさんという車のコレクター、彼がそこ今いないのかな、もうスティーブのチャンネルにもアップしてあるんだけれども、もう彼のコレクションには日本車、ドイツ車、アメ車、レアな車いっぱいある、その動画もあります。男の秘密基地ということで検索してみてください。そしてその中にコレクションにあるのは、そして去年のイベントにも出たのはこのマツダ、左半の T2000 のマツダのものです。三輪車です。そしてこれ左ハンドルというのは超珍しいというのはもちろんあるんだけれども、後ろにこう引っ張れてるマツダ、1964年のマツダ R360 も左ハンドル車ですよ。レア車2台ともまた今年がマツダのブースの中に特別車として展示、されています。素晴らしい、車です。めったに見ない元沖縄かなんか日本にあった軍事用のものとして作られたものなのかな。確かにそういった情報だったんで、とにかくレアでこの1台しか、ありません。かっこいいです。やっぱりこれは当時のナンバーなのかな。沖縄ナンバー25680キーストのパシフィック、英語の なってるので、戦争の戦後のとこから沖縄にあったアメリカの軍隊用の車両として使われたものなのかな、このナンバーは。詳しくはないんだけど、おそらくそうだと思います。そしてこれを引っ張ってるのはまた多分特別に作ったと思うので、もともとこの車両でこれを引っ張ることはないと思うんだけど、なんかかっこいいんだよね。左ハンドル同士でこういうのがあっていいな、いいね。ではマツダのところにまた戻ってきた。一周して戻ってきたんだけど、ロードスター、そしてなんだあれや、初めて見たすんげえマツダじゃないですか。これはマツダであって MX3 V6 式のエンジンのマツダ、そして頑張ろう日本っていうステッカーまでちゃんと貼ってある、見たことない日本車なんですよ、このマツダは。これは MX3 という年式的には1992年、まだ当時こういうシートベルトが流行ってた時なんで、後ろに一応シートがあるんだけど非常に狭い、小さな子供とかじゃない限りは後ろに座ることは不可能だと思います。サンルーフ付きでこのデザインでハッチバックの宮田と全然違う MX3 の、これは超レアじゃないでしょうか。見たことないです。3キットチビのエンジン、3キット6キット、V6 だから V 式のこういう形に入ってるエンジン 123 V6 の MX3、 この車は他では見たこと一度もありません。超レア発見だと思う。アホじゃない限りは。アホだけどね。でもこれは絶対レア車だと思います。見たことありますかカメラマン。ないでしょ。ないよね。すごい。ロータリーのところに戻ってきためっちゃかっこいいピックアップトラックが出ました。見てくださいよ。これは当時のマツダのピックアップトラック、ロータリーパワーがいいよね。ここに書いてあるロータリーパワーのマツダ、丸いテールがすごいアメ車っぽいところがあります。マフラーはごついんで、リバースランプはここにある。色が当時のそのまま、この色なんて言うんだろう、
そしてホイールもめっちゃいいよね。スチールのホイールにこのセンターキャップのもう黒マッドフラップもある。そして何より中にエンジンがかっこいいダウンドラフトのキャブにロータリーエンジンのマツダのピックアップです。かっけえよ。ダウンドラフトのウェバーかなに 13B のロータリーエンジンです。素晴らしいいいトラックです。これはかっこいいよ。めっちゃレア。見たことあるというトラックだと思うんですが、見るたびにかっこいいいいなといつも思います。またすごいこれロータリーですかね。3ロータ3ローター、のエンジンだよ。これはかっこいいよ。これ加藤社長の車に見えるんだよね。 RX3 で黄色緑1974年の RX3 だからこそ3ローターがいいんじゃないでしょうか。1、2、3ローターのハウジングが3つがあることがすげえインジェクションなのかな。このエンジンがいいよ。これ欲しいわ。これはすごくいいってスロードルボディなのかな。こういうエンジンを一回組んでみたいなと思います。この車にはめちゃくちゃ似合っている。レース仕様の見て中のスイッチいいね。エアバッグがないのは当然だよね。当時のかっこいいよ。色がいい。めちゃくちゃかっこいい。マフラーはごっつい。日本出しの RX3 ナンバーにかっこいい。すべてはこの車かっこいいよね。これちょっと写真撮りたいな。トヨタが一番台数が多いと思います。クジラクラウンです。ダルマセリカ GT ですね。めっちゃかっけえゴールドの86出ました。日本出しだよ。日本出し。